ヨジーズホビールーム。ヨジホビルームメイトの皆さんこんにちは。ライブ配信をすると動画とのキャラのギャップで登録者数が減るヨジホビでございます。今後爆伸びするチャンネルなのでチャンネル登録よろしくお願い。本日制作するキットがこちら、マスターグレードニューガンダムバージョン過渡期です。キット購入から11年の月日が経って徐々に改造スキルもついてきたので、ようやく向き合う準備ができました。今回の制作で今までの自分を超える、そしてこの11年という長い年月の思い出を、何よりこのキットをより思い出に残る作品に昇華させます。というわけで早速着想。しかしいろんなところに飾っていたのでホコリはもちろんですが、白いパーツなんかは若干黄ばんじゃっていますね。ファンネルはポロポロと自重で落下してしまうので、とりあえずマステで仮止めしてあります。ファンネルは本体には取り付けずに別で保管していたのですが、脱着できてしっかり保持されるような最適解を考案できればと思います。そして本体、いつ見ても仕上がってやがるぜ。しかし今回はどうしてくれようか。失礼しました。それでは早速制作に移りますが、今回の回収は長期戦になりそうな予感がしますので、部位ごとにパート分けして動画を投稿していきます。各パートお見逃しなくチェックしていただけると幸いでございます。それではよろしくお願いいたします。今回の動画は足首からミキシングなどいろいろ考えましたが、実直にそれでいてさらにハイディテールに、そしてヨジホビらしい作風で理想とするニューガンダムに近づけることを目標に制作していきます。まずは基本工作ですが、解体が容易に行えるようにダボをカット。各所に圧入ピンがありますので、ビットブレードやデザインナイフで削ぎ落とします。こうすることで解体と組み立てをひたすら繰り返す改造時の作業が楽になります。最終的には全体をヤスリ掛けしますが、特に目立つ引けやゲート跡をヤスリ掛けで処理します。改造。つま先は横から見ると先端にかけて少し丸みを帯びているように感じます。ここにプラ板を貼って直線的に、そしてシャープな雰囲気にしていきましょう。この後貼るプラ板に角度をつけるために、つま先の先端にプラ角材を接着しておきます。精密にプラ板を切り出せるようにしっかり接着面の面積を測っておきましょうね。過去の自分を超えるため、一家に一台ノギスも引っ張り出してより精密に採寸。そしてプラ板を貼る。余った部分はカットします。余ったプラ材とマステで適当に作ったジグにパーツを乗せます。この隙間をパテで盛り付けて埋めていきます。使用するパテはタミヤのエポキシパテ。日が経って硬くなってきたので、練りやすいようにワセリンを指に塗ってこねこね。パテが指にくっつきにくくなったり、豪華したパテを取り外して作業できたりもしますね。ただし油分で塗装が剥がれたりしますので、塗装前にパーツの水洗いが必要です。ジグに乗せた状態でパテを硬化させますので、パテがくっついてしまわないようにパーツを乗せるツヤがある面にワセリンを塗っておきます。まずはパテを適当に盛り付ける。そしてジグに乗せるとパテが行き届いていないところが分かりやすくなりましたので、はみ出たパテを押し込んだりして形を整えます。ジグなんかも作ってものすごく一生懸命にやっていますが、多めにパテを持って削ればいいだけなので無駄です。この状態で完全に硬化するまで待ちましょう。つま先の爪にもプラ板を貼っておきました。ヨジホビ。ここからはかかとのパーツを回収していきます。筋彫りから作業していくのですが、失礼。この映像は半年前に撮ったものなので、これは何のためにマスキングテープを貼っているのでしょうか。もしかしたらですが、ラインスクライバーの刃がその下のパーツに当たって傷をつけないようにしているんだとは思います。
筋彫りガイドテープを貼って、まずは 0.15mm のラインスクライバーで彫ります。筋彫りした後はセットでヤスリ掛けするのを忘れないように気をつけます。その線に対して角度をつけて横からビットブレードで彫る。デザインナイフでカンナ掛けして整えたらこんな感じ。装甲の分割が表現できました。同じパーツの側面にラインスクライバーで筋彫りをして、その線をガイドにビットブレードで彫って段差を作ります。彫り終わったらヤスリで表面を整える。フレームが装甲から露出しているようなディテールにしてみました。こちら側にも同じようなディテールを彫ってみました。後からメタルパーツを取り付けられるようにドリルビットで穴を開けて、丸ビットで面取りをします。開けた穴のバリも取れるし、リアリティが増すので、穴開けには面取りはセットでやりたい工程の一つですね。開けた穴を囲むように筋彫りでパネルラインを追加します。かかとのパーツはこの他に細々したパネルラインを追加しました。今度はウェーブさんのディテールパンチを使ってかかとパーツにしいたけモールドを作ります。 0.5mm のプラ板をセットして勢いよくペンチ。切り出したパーツたちをさらに細かくカットして、ベースとなるプラ板の上に互い違いになるように接着していきます。一枚一枚の間にプラ角材を設置して一定間隔になるようにスペースを確保しました。出来上がったモールドを設置する場所はデザインナイフなどでプラをくり抜いておいたので、ここにはめていきます。ヒートシンク的なイメージで作ったディテールですが、情報量も増してスパイキーな感じになりました。それでは先ほどのつま先に盛り付けたパテが硬化しましたので、ジグから外してデザインナイフやヤスリ掛けでガシガシと形を作っていきます。次に足の甲の外装。ここはスライドして中のサイコフレームが露出するようなギミックになっていますが、あえてこのギミックは封印します。後ほど別のところでサイコフレームの光を表現しようと思います。続けて各所にパネルライン追加の筋彫りを行いました。マスターグレードサイズだからこそできる彫り込みカラーチップ。プラ角材などを使用せず、ビットブレードとラインスクライバーの彫り込みだけでモールドを作ります。ここぞとばかりによじほびの成長を皆さんに見せつけます。ぶっちゃけマスキングが面倒なので別でプラ角材を用意した方が早いです。とはいえ効率を気にするのはもっと先の話。試したいことは失敗を恐れずに積極的に取り組む。その結果の先におのずと効率がついてくる。それがよじほび流の上達のコツだと思います。筋彫りはたまに太さを変えて溝を掘ってあげると、よりパネルラインの分割感が表現できますね。ここには刃先 0.7mm のラインスクライバーを使っています。足首のジョイントには 0.3mm のプラ板が挟み込めるように隙間を空けておきます。そこにサークルカッターで切り出したプラ板を挟む。このプラ板を蛍光塗装してサイコフレームの輝きを表現しましょう。これにて改造は終了。最終チェックでサフを吹きます。サフを吹くとこんな感じで、陥没しているところなど手直しが必要なところがあらわになりますので、タミやラッカーパテで埋めます。切削性の高い瞬着をよく使いますが、埋めるだけならやっぱり個人的にはラッカーパテが使いやすいなと感じます。ラッカーパテが乾燥したらヤスリ掛けをして整えて塗装に移りましょう。よじほび全塗装。足首ジョイントは最終的にメタリックカラーで塗装をしますが、一部よじほびブラッディレッドを塗装します。目立つ毛ゴミが混入してしまったのでヤスリ掛けをして塗装し直しました。色分けでニュートラルグレー5を筆塗りします。筆塗りするときは乾かしながら少しずつ塗り重ねていくようなイメージです。乾燥後にマスキングしてメタリックの下地として EX ブラックでテッカテカに塗装します。
メタリック1色目はおなじみのダークステンレスシルバーを塗装します。メタリック系を塗装するときはシャバシャバに希釈してエアー圧を極限まで落としてちょびちょび吹きつけていきます。この方法が今のところ個人的に最適解のメタリックカラー塗装方法かなと思います。塗装が終わったらマスキングをしていきます。下地を塗装した時には気づいていたんですけど、足裏にめっちゃ引け残ってますね。まあいっか。色分け1色目はパールカッパー。差し色にはいいアクセントになってくれます。次にスーパークロームシルバー2。クリア系の下地だったり自作のパーツたちをこれで塗装します。手軽にメッキ的なギラッと感が欲しいときはこのカラーですね。続いてクリアレッド。バーニアが2層構造になっていて、内側のパーツにはメタリックレッドで塗装します。乾燥したらステンレスシルバーに塗装したバーニアに取り付けてみます。これはめちゃくちゃ映えますね。しかしバズーカの後方回転射撃でもさせない限り見えないのは残念ですね。お次に勇者ゴールドことスターブライトゴールド。成型色が黄色いパーツはこの色で塗装しています。メタリック最後の色分けはガンメタル。フレーム類のメインカラーとして全体に塗装します。この段階で剥がせそうなマスキングは剥がしていきます。色分けの効果もあっていい感じに機械感を演出できているかと思います。このパーツなんか油臭そうですよね。続いて成型色がネイビーの外装。まず自身で調色した4時ホビオレンジで一部を塗装しています。次にエヴァレット。彫り込みカラーチップに塗装しました。続いてニュートラルグレー5とエヴァダークグレー。エヴァダークグレーは紫に近い色合いですが、この後に塗装する塗料と色分けしたら面白そうだったので試してみます。最後は全体にヘキサブラック。元の成型色がネイビーなので青みのあるヘキサブラックとエヴァダークグレーの色分けで全体的にネイビー感のある組み合わせになったかと思います。ホワイトの外装のメインカラーがニュートラルグレー1、色分けにニュートラルグレー2と3、そして一部に FS36622 のグレーを塗装しました。最後はサイコフレームの発光表現として蛍光イエローグリーンを塗装。蛍光カラーは後片付けが大変なので、この後の艶消し塗装も終わってから最後に塗ったのですが、一応塗装パートでご紹介です。仕上げ。塗装も完了したので仕上げの墨入れから。特に変わったこともしていませんので、ここはサクッと紹介します。溝という溝に塗料を流し込んで溶剤を含ませた綿棒で拭き取る。以上。次にデカール貼り。キット付属の純正デカールもあるのですが、この時期の付属デカールは文字の部分があれなので、メインは RB コーションデカールを貼り付けていきます。サザビーバージョン過渡期あたりでは少し文字っぽく見えるようにはなってきているのですが、ハイニューではさらに良くなってきているので、技術の進歩を感じるところの一つですね。あとは艶消しだけですが、その前に一部の彫り込みカラーチップに自身で調色した4時ホビグリーンを筆塗りしておきます。艶消しはミスターカラーのスーパースムースクリアで艶消ししました。この後は残すところ組み立てのみ。おっと、一つ忘れていました。メタリックカラーの艶が消えてしまわないように貼っていたマスキングを剥がしていきます。4時ホビ。組み立て。まずは自作したパーツたちの取り付けから。足首ジョイントのマイナスモールド部分にプラ角材から作ったディテールをクラフトボンドを使って接着します。
鋼の外装パーツにも3箇所掘り込んでおいた溝がありますので、同じくプラ角材から切り出したパーツを接着します。そういえばここのデカールだけ少し発火してしまいました。艶消しを吹いたのが雨の次の日だったのが影響しているのかもしれませんが、他のデカールは無事なので謎です。かかと部分のヒートシンクも貼り付けて、穴開けしたところに湯沢屋で購入したコスパ最強のメタルパーツ、潰し玉をつけたらマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期足首の完成です。それでは改造前との比較です。やはりこのパーツを単体で見ると足裏の引けとデカールの発火が気になってしまいますね。実際に全体が組み上がった時にこれらがどれくらい目立つのかはまだ分かりませんが、それを打ち消せるぐらい全体の回収のクオリティを底上げする必要がありそうです。とはいえディテールアップの結果としては情報量も増してより緻密なメカ感が演出できているのではないでしょうか。オレンジの差し色もいいアクセントになっているように感じますし、艶消しの外装の中にメタリックカラーが程よく輝いて、より重厚感を感じるような塗装になったのではないでしょうか。というわけで今回はマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期徹底回収、持ち得るすべてをぶつけて理想のニューガンダムを作るの足首編でした。次回の動画からは脚部全体の回収に挑みます。脚部の複雑なパネルライン、フレームの色分けがかなり楽しみな次回作もお楽しみにお待ちくださいませ。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。皆様からの温かいコメントいつも楽しみにしております。拝見しながら非常に励みになっております。ありがとうございます。今日はこんなキットを作ったよだとか些細なことでも結構でございますので、皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya。ヨジーゾービールーム